外した従来の器具がこっちですよね。裏で、これがこれからつける LED の、表側というと、さあ表側、こんな感じですね。取扱説明書、まあ何でもそうですけどね、取扱説明書は目を通した方がいいと思います。まあ取り付け面、配線器具とか壁スイッチとかあるんですけど、まあ新設するわけじゃないのでね、既存の器具と取り替えるだけなので、この辺は飛ばしていいと思います。器具本体裏面に3箇所ついている黒スポンジは取らないでください。本体回転の防止のため必要です。本体裏面について、これだね、黒いスポンジ、これは取らないでください。外した元の器具がこういうね、横から見ると爪が2本、でこれがこれからつける大元の器具だけど、やっぱりここにね、同じ形に爪が2本こうなって、これをだからカチャッとこうね、また回してはめればいいってことですね。爪を押さえないことってのはね、爪を押さえた状態では取り付けできません。爪がこうあるんだけど、爪がね、じゃあね、この爪に爪を合わせて、右回しカチャっていったね、今ね。カチャっていったね。はい、しっかり、はい、つきました。こんな感じ。あれ、今取れた。この爪をね、カチャッとね。アダプターに本体を押し上げて取り付ける。本体中心にセンターパッドが取り付けていないか確認する。カチッと2度音がするまで押し上げる。裏面の黒スポンジは取り外さないでください。本体の固定ができなくなり簡単に回転します。とりあえずやってみよう。カチッとね。じゃあ本体を取り付けます。方向性とかないんだね。カチッと、2回落ちました。いったね。2回行きましたね。カチッとね、2回行って取り付け完了。4番、コネクタをアダプターに差し込む。本体がグラグラしてないか、簡単に回転しないか確認する。はい、コネクタを取り付ける。こっち見えないかな。これをね、これカチッっていうかな。カチッって言った。これで OK ね。これで本体は回りません。いよいよね、カバーを取り付けます。5番、カバーの出っ張り部2箇所を本体の受け具と受け具の間に合わせる。カバーを持ち上げる。カバーは回転が止まるまで右に回す。カバーが右に回転しないことを確認すると。やってみよう。よいしょ。出っ張り部はこうかな。ここに出っ張りが3箇所。1、2、3、4、5、6箇所だ。出っ張りが6箇所。6つ出っ張りがあって、1、2、3箇所止めるところ。出っ張りをここに合わせて右へ回す。カチッ、カタッといった。入っちゃった。
これでもう OK。右に回して止まってます。器具もしっかりついた。しっかりとつきました。これね、隙間なくね、一周回っても OK。しっかりついた。OK。カバーが傾いていないか、隙間が均一になっているか確認しました。ここにね、傾いてると×。OK だね。じゃあこれでね、リモコン電池を入れて、なんだか裏側のスライド蓋を止まる位置まで引き、さらに引く。この位置まで引いて、どれだ。プラスマイナス。これはね、基本だからね、間違いないよね。こんな感じかな。で、電池 OK。リモコンはこれで OK だね。明かりをつける。点灯前頭ボタンで明かりの切り替えができます。じゃあね、スイッチオンだ。あれがついてるじゃん。点灯ボタン。ポン。ついた。軽いな、これ。点灯ボタン。暗い。暗くなった。明るい。ピッてなった。これは最大だね。前頭、常夜灯。小灯、前頭つくね。小灯 OK。常夜灯も明るい。暗い。暗くなってる。明るい。暗くなった。壁スイッチでも照明器具を操作。壁スイッチでつけると、ついた。で消すと消えるね。もう一回つけるとつく。カチであるかな。素早く切ると、なるほどね。これで常夜灯素早くやるとね、これで切るということで、今回はパナソニック製 LED シーリングライトを元々ある引っ掛けシーリングに取り付けを取扱説明書をもとに作業をしてみました。既存の引っ掛けシーリングに取り付けるだけなので、電気工事は必要なし、資格も必要なしです。シーリング取り付け工事が必要な場合は資格が必要なのかもしれません。いかがでしたでしょうか。わかりやすかったでしょうか。私にできることはあなたにもできる。お父さんお母さんにもできる。ということで、家庭での様々な作業をトライしていきますので、ぜひですね、チャンネル登録の方をしていただき、今後よろしくお願いしたいと思います。また会いましょう。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録していただけると今後の励みになります。これからもよろしくお願いいたします。